こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。私は年の割には若めにいろんな数値が出てるんですが、毎日毎日きなこを食べているおかげかなと感じています。今日はそんな私が普段食べている甘いもの、きなこを使った甘いもの、これをご紹介したいと思います。きな粉とこれです、豆腐を使った甘いもの、これをご紹介したいと思いますね。豆腐もきな粉も大豆からできてますね。大豆からできているので、もちろん食物繊維もたっぷりあるし、何よりタンパク質が豊富で嬉しいですよね。なので積極的に使っていきたいと思うんですが、難しいことは一切しません。できないんです。もうできないので、もう豆腐買ってきな粉とあとちょっと何かあればできるっていう簡単なものにしました。とってもベーシックな、もう基礎の味なので簡単だと思います。ぜひぜひこの機会に覚えて普段の生活に生かしていただきたいと思います。まず1つ目は豆腐プリンです。じゃん、もうこれだけ覚えて帰ってくれればいいです。本当に美味しいし、私本当に毎日食べてるくらいです。簡単すぎるからね。豆腐を開けてね、絹ごし豆腐を開けてきな粉わってかける、で黒蜜わってかける、その後もう一回きな粉をお願いしますね。それだけなんですよ。それだけやればいいんだけど、本当に美味しいんです。知らなかったらやってみて。やってる人相当いますよ食感は喫茶店の固めプリンみたいな食感なんですよ。柔らかすぎない、絹ごし豆腐によるんですけど、これがちょうどいい食感です。で、木綿豆腐でやるのも私好きなんですけど、結構木綿豆腐って豆腐臭いっていうか、しっかりした味があるから、プリンっぽい風に食べるんだったら絹ごしの方がおすすめです。とっても美味しいから、これだけぜひぜひやってみてほしい。あればできるでしょ。あと黒蜜買えばいいでしょ。これでタンパク質が 10g 以上取れちゃう。ぜひぜひやってみてください。はい、2つ目は豆腐白玉。これもやってる人やってますよね。簡単、白玉粉を足せばいいだけなんですものね。だから分量だけ覚えてってください。この豆腐120に白玉粉100あればいいから、だいたい 200g で売ってるから半分使うようなイメージ。そして団子がだいたい12、3個できます。2人分からできます。作り方は本当に簡単。豆腐と白玉をよーく混ぜたら茹でる。それだけなんですよね。弾力が出るまでよーく混ぜて、ひとまとまりになるくらいになったら食べやすい小さい円形にします。だいたい12から13個できます。そうしたら沸騰したお湯に入れて2分茹でます。だんだん白玉が浮いてくるんですね。で、2分経ったら冷やした水の中に入れて冷まします。その後にいつもの黒蜜きな粉ですよ。きな粉はお砂糖を混ぜた方が美味しいです。で、この食感ですよ。もうね、もちもち、わかるかな下手でごめんなさいね。下手なんですよ。こういう風にやってきてないからね。見てもちもちね。豆腐と白玉でもっちりですよ。味はどうなの？むっちり。豆腐の風味っていうのはそんなに強くないんですよ。でもある。でも豆腐臭くない。だから食べやすいし、別にこれでいい。こっちの方がタンパク質取れるし、美味しいし、満足するでしょ、お腹も。そしてこれ次の日まで持ちます。冷蔵庫でね。なので作っといて次の日食べてもいいし、2人で食べてもいいし、いいでしょ。ぜひやってみてください。最後はこれです。じゃん、豆腐餅。豆腐たっぷり入っちゃってます。これもすっごく簡単で、ボウルに豆腐を1パック 120g 入れて、豆腐のつぶつぶが消えるまでわーっと混ぜます。ミキサーかけてもいいです、あればね。で、他の材料はたった3つ。片栗粉大さじ2、砂糖大さじ2で、豆乳か牛乳 50cc どっちでもいいです。これを鍋に入れて弱火にかけてもったりするまで混ぜます。もう最後は手際よくわ
ーっと混ぜてください。これを適当な容器に入れて30分くらい冷やして落ち着かせます。その後はスプーンですくってきな粉砂糖の中に入れてまぶせば出来上がりです。いつものように黒蜜もあればかけて食べましょう。食感はプルプルです。冷やして食べるとめっちゃ美味しい。豆腐の味ほとんどしなくなりました。美味しいね。わらび餅みたいな感じなんですよね。今回豆乳で作ったけど牛乳で作っても美味しい。幸せ。お餅より、糖質少ないですよね。タンパク質も多い。最高で、皆さん最後に言いたいんだけど、3つ通してほぼ同じ味がするんだけど食感が違うね。プリンはプリンですね。プルプルね。で、さっきのね、白玉もちもちね、ムチムチ、これはねプル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 ね。だから豆腐一つだけどきな粉と合わさっていろんな食感楽しめるって良かったですね。さて、豆腐ときな粉を使ったデザート3つご紹介してきました。本当に簡単だからぜひ普段の生活でやってみてほしいと思います。そしてこういうものを食べ続けていってほしいなと思う。私本当こういうの食べてるんですよ。いつも食べているからあんまりこう美味しいとかいうリアクションができませんでいつもの味だから美味しいよねくらいにしかならないんですけど、私は本当にこういうものを食べて健やかに生きてます。で、こういうのに慣れるとジャンクフードとかね、加工した油脂とか加工した糖質がたくさん入っているものを全然欲さなくなります。全然いらないの、本当に。でもね、人と生きてるからたまにそういうものも食べたりするし、ありがたく頂戴はするんですけど、美味しいからね。だけどあんまりいらないんですよ。で、そういう体になってきちゃう。そうするともちろん太りづらいし、体調を崩すこともあんまりないんですよね。なのでとってもおすすめです。で、いろんな考え方あると思うんですよね。いや、別に体に悪くても私好きなものをたくさん食べて死にたい。だってどうせ死ぬんだし、その考え方もあると思うんですけど、でもね、そういうものがいらないっていう体になるっていう選択肢もあるんですよ。そうするともっと違うことに自分の気持ちが向いたり、自分の情熱が向いたりするので、そういう生き方もあったよっていうのをご紹介したいなと思いました。で、もしあなたがね、太りたくないね、ブツブツとかもやだね、健康でいたい、スリムでいたい、だけど甘いもの食べたい、美味しいもの食べたいね、そういう気持ち分かりますよ。そうしたらぜひぜひこういうものを毎日毎日食べて体を慣れさせていって、もうそれだけでいいんですね。そしてタンパク質食べたい、取りたい、そして体を健康にしたい、もうこういうものを食べてね、徐々に積み重ねて昨日の自分よりも健やかな自分っていうのを作っていってください。一日じゃそんななんないです。だけど毎日ですよ。毎日のこと、そうやって自分を作っていきましょうね。それが楽しいじゃないですか。ということでまとまったかな。今日は豆腐のデザート3つご紹介してみました。何かの参考になればと思います。じゃあまた見てください。ありがとうございました。またね。バイバーイ。